今回使用するボードはミストラル SLE270 と280です。 SLE270 のコンディションとしては 6.2 平米以下のコンディションで使うことが多いです。かなりラフなコンディションなんかでも直進性能が強いボードですので安定した走りができます。280は 6.2 平米以上のライトウィンドスラロームとして使います。上の方は 7.4 平米ぐらいまでのコンディションでしたら乗せることができます。このノースセール、IQ6.2 平米を使用し説明していきます。風の状況によっては 5.8 平米を使用することもありますので、ボードコントロールコンディションですが、風は10メーターから13メーターで、海面はご覧の通りかなりラフなチョッピーな海面になってます。すごく乗りづらい海面です。セールは 6.6 平米を使用しています。このタイトル通りハイウィンドボードコントロールということで、若干大きめのセール、実際は 6.2 平米 5.8 平米でも十分走るコンディションです。ボード使用するボードはミストラルの SLE280 をセール 6.6 平米に合わせて使用しています。ピンはカーチスの32センチ、これらの道具を、使って説明していきます。ご覧の通りかなりチョッピーな海面でボードがこう上下にバウンドするのがご覧になられると思います。ここで、僕が意識していることは、なるべく、ボードのその動きを無駄な動きをなくすために、例えばストラップの広さなんですが、若干こう広めのストラップを使っています。後ろ足は若干こう広くなくても構わないんですが、前足は、十分広さのあるストラップの状態で使用するのが、ラフな海面をボードを押さえながら走るのに適しています。この状態はすごいブローが入ってしまってですね、セールをこう開いてしまう、そのために、ボードが舞い上がってしまう状態に陥ってしまっていますね。ここで立て直して、ボードの向きを下側に、向かわせて引きします。ビームからクローズへ、クローズホールドで、波を見ながらこう走っていますが、かなり正面から当たるような感じです。これは、若干こう下らせ気味になってますね。ここからこうラフさせています。でこの時に若干セールを開かしてあげるとラフがスムーズに移行していきますね。ラフ側にこうボードが素直に向くことができます。開いたセールはすぐに、向きが定まったら、戻してセールを開かないように意識することが大切です。ここでは、飛んでますね。でこのようになるべくなら飛ばない方が、いいんですが、もうどうしてももう下らせる登らせる、もうどっちにも行けない状態はもう飛ぶしかないですね。ですが若干こうセールが流れ気味になっていますね。実際こうジャンプするときには、テールを意識してこう踏み込んでいるとスピンアウトの原因になります。
この状態、今だいぶ入る前ですが、この状態では、海面を見ながら、どこでジャイブをするかを探っている状態です。でなるべくフラットな海面を探して、そこで、ターンするのが理想的ですね。でここで、見えるのは、実際そのボードトリムの部分ですが、からしも側の、エッジをこうかまして紙を切っていくように意識すると、ボードの動きが全く違った動きをします。それは、切ってボードは上下にバウンドするのですが、自分の体は全く動いてませんよね。この状態でないと、セールの方にもその影響を与えてしまいます。そうするとセールの方が影響されると、またボードも徐々に暴れるような状態になりますから、そうするともうすでにオーバーコントロールになりますね。でここで過度な動きはなるべくないような状態を意識します。そのために足も側のエッジをこう意識して切るように走らせる。そしてセールは開いてはいけません。セールを開いてしまうとボードが舞い上がってしまいますね。この安定した状態、水栓帳をキープしている状態でジャイブに入っていきます。川下側のレールを意識させるためには、ジョイント位置やブーム高さ、ハネスラインの位置、あとストラップのセッティング状態、全てのセッティングが関わってきます。後ほどセールについてのコントロールを説明していきます。例えば、ジョイント位置を前気味セットした場合、こうした場合は、セールの重心、あと乗り手の重心とで全体の、重心が前に来ます。それによって水栓帳が長く取れるような形になります。それによって水栓帳が長いということは、やはり安定した走行感があります。それに、ジョイントが前にあるということは、セールの位置が若干、ちょっとこう開くような形になりますが、それに対して乗り手はボードの後ろ足で押さえて引っ込むことができます。それによって安定したセールトリムが可能になります。逆に、後ろにセットした場合、このような場合は、やはり重心の位置が後ろに来ます。セールの重心と乗り手の重心がやはり前の重心よりも後ろになりますので、水栓帳が短くなります。それによって、若干こう水栓帳が短くなる分、板の安定感というのがなくなりますが、その状態での、走行が逆にいい場合もあります。フラットウォーターの場合はある程度コントロール下に置けますので、そのような状態でも使うことができます。セールの状態というのは、セールはある程度、立ちやすくなります。セールが後ろに向かってこう立つような状態になります。そして、若干セールのそのエンドは開きやすくなりますので、やはりこの場合なんかでも、ある程度そのセールを引っ込むことに対してうまい具合なセッティングができてないと、やはり難しい状態になります。ですので、ジョイントの位置が後ろにセットされた場合なんかには、ある程度のその完成されたバランスのいい状態でないと使用することが難しいです。で、おすすめするのはやはり若干こう前気味で安定した状態で使用されるの方が、乗ってて疲れませんし、安定した、走行感覚と、安定した状態でウィンサーフィンで走ることができると思います。
さらに、ジョイント位置が前になった場合はブームの位置が若干下がるような形になります。これが逆に後ろになった場合はブームの位置が高くなるような状態になります。ですので、この位置によってブームの変化があるっていうのは頭の中に入れておかないといけません。そこで、ジョイントの位置によって状態がいろいろ変化します。ですので、その状態でいいセッティング状態を探ってみてください。